はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ-ZSX Pro です。これは、ZSX のプロバージョンってことでいいんですよね。そうだね。ZSX のでいいと思うよ。ずいぶん久々に登場って意味で言ってるんでしょ。で、5年ぐらい間があったようですから。ZSX には結構思い入れがあって、レビューを始めたばかりの頃のことを思い出すよ。無線化して低域が少し逃げて、自分にはバランスがいい感じになって、外出の時結構使ったな。へえ、そうなんだ。ZSX Pro は買ってから1ヶ月ぐらい聞けなかったから、なかなか動画作れなかったね。動画制作もそれ以外も本当に忙しいですもんね。そうだな。いろいろ変化があって大変な時期なんだよな。価格は5000円台で販売しているショップが多く、5000円切ってるところもあるね。思ったより値上がりしてない感じかしら。そうだね。外観はフェイスプレート側から見ると全然 ZSX っぽくないんですけど、横とか反対側から比較すると、やっぱり ZSX を継承してるって言いたいのかな。そう、だから装着感は ZSX に慣れている場合、違和感はないと思うの。色の違いでサイズが少し違うように見えるけど、測ってみると同じと言っていいわ。イヤーフィンの凹凸がある分、苦手な人は注意が必要な点も一緒だね。で、違う部分はフェイスプレートのデザインとハウジングとの間にメッシュを入れてオープンバックっぽくなっているところで、この部分からの音漏れはそれなりにあるわ。そっか、ZSX ではなかった音漏れがあるんだね。ドライバー構成は 1DD プラス 5BA、10mm ウルトラリニアダイナミックドライバー1機と、ニコイチの31736が2機、30019が1機。ニコイチを1機ずつ数えて、合計 5BA で ZSX と構成は同じだけど、個々のドライバーの中身は当然別物。配置については ZSX と同じ。ノズル先端に BA1 機、DD の斜め上と下側にニコイチが1機ずつ、そして中心に DD が1機。ドライバー構成とその配置は ZSX を踏襲しているってことだ。波形比較はバンドルイヤーチップの 6kg あたりが案外絞られていて、10から 11kg あたりはあまり落ちてない。ファイナル E 系の絞り方に近いとこんな感じかな。ベルベットと迷いつつ C04 を音収録に使うことにした。10キロ好きの波形が結構ばらけてますね。リスニングの際の参考になればと思います。そうだね。ZSX との比較はこれ。へえ、結構違うんだね。詳細はサウンドチェック後に触れるとして、まずは聞き比べてみよう。ケーブルはナイス HCK スノールナでバランス接続。そして音調整の基準を ZSX にしてみた。ZSX を持っている人多いと思うから、ZSX で聞いて一番自然に聞こえるよう調整することで ZSX プロとの差分がどういう感じか掴んでもらえればと思うよ。なるほど、それはいいですね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
した。ZSX は厚みを感じ、やや低域寄りのバランス。ZSX Pro は低域がやや軽めで、小域が鋭く感じました。私も同じように感じたよ。低域のアタックだけだとそんなに変わんないけど、量感に差があったかな。それってやっぱ、ここの違いなんだよね。そう思うよ。好みが左右するところだな。こないだレビューした KZ ソナタと AS24 系の比較の時は AS24 系にもう少し低域欲しいなぁと思っていたところに、ソナタのこの感じの方がバランスいいと思ったけど、今度は逆パターンで低域があっさり気味になってる。ZSX の低域の厚みが好きな人には合わないかもしれない。ZSX の低域って超低域が強いんじゃなくて 500Hz ぐらいからした 50Hz ぐらいまでの厚みが特徴なんだな。中高域以上の比較でも波形が重なるところはほとんどありませんから、別物と捉えて聞いた方が違和感はなさそうですかね。その方が受け入れられやすいと思う。ZSX はこれからも大事に聞こうでいいんじゃないかな。久々に聞いた ZSX はやっぱりいいなぁと思ったよ。収録音ではギターの厚み、ストリングス、シンセリードの違いあたりがよくわかったよ。ボーカルの突き抜け感の違いもね。だよね。このポイントのズレで音のキャラクターは変化してるし、ここの出方の違いは音にも顕著に現れてた。ZSX Pro はシンプルに感触系、明るいサウンドですよね。ここまでのジャックさんの印象は ZSX 寄りで ZSX Pro は苦手なのかなって思いますけど、長時間聞くなら低域を少し EQ 補正した ZSX を選ぶかも。そういえば先日 ZS12 Pro X を持っていらっしゃる方から ZSX Pro との違いが気になるとのコメントをいただいているんですが、そうだったね。ドライバー構成、配置は確か同じ。ここでは波形比較だけにするよ。重ねるとこんな感じになった。ああ、ZS12 Pro X は ZSX Pro の低域の出方を真ん中ぐらいにして、チューニングスイッチで上下に調整できる点がポイントだね。そう。ZSX Pro に近い低域の出方はスイッチ1100のセッティングになる。あと3キロ付近と10キロ以上では ZSX Pro が強めに出る感じですから、ZS12 Pro X に比べ小域型のバランスってことになりますね。そうだね。ZS12 Pro X のスイッチをオールオフにすることで似た感じは出せると思うんで、ZS12 Pro X の幅広いセッティングがお得な感じはするかも。で、ここからは ZSX Pro で感じたことなんだけど、明るいサウンドなんで空間の広さは ZSX よりある。楽器の位置もよくわかる。でいい感ね。解像感も高い。フェイスプレート側からのエアフロー調整の効果もあるのかな。いわゆる今風のチューニングって感じがするわ。ボーカルは刺さる。ちょっとね、さ、し、つ、ちあたりだな。でもそんなに気にはならない感じ。自分の好みで聞くなら落としどころとしてはこんな感じでちょっと EQ 入れる。低域のブーストレベルはわずかだけど影響する帯域が広めなんで、これで十分効果ある。プロデフォルトと ZSX の中間ぐらいを狙ってみた。広域はこのぐらいであれば空間表現のいい部分をほぼ損なわず聞けた。視察音も最初ほど気にならなくなったよ。ほんとですね。愛も補正した方が聞きやすくなりました。そっか。でも補正せずに大満足っていう人も多い気がする。これで5000円台なら結構いい。あとはほんと好みの問題で ZSX の方が好きっていうことなら今でも販売しているし、それもあり。これだけキャラが違うんだから両方あってもいいんじゃないの。そうよね。でもまず ZSX Pro からが妥当なところかと思うよ。まあそうだね。ということで KZ の 1DD プラス 5BA ハイブリッドモデル KZ ZSX Pro のレビューでした。じゃあまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。